気づかないと思うんですが、ここに石があるんですね。はいどうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日は前回お送りした弾丸観光でもちょっとお伝えしきれなかった部分ですね。この紙マップエレメンタルシャードがいろんなところから手に入ります。なので今回はですね、入手難易度順にですね、エレメンタルシャードの獲得の仕方のご紹介となります。どちらかというと今回は初心者向けというよりは経験者向けのお話になるかとは思うんですが、今後必要になってくるかと思いますのでご紹介していこうかと思います。結構気づきづらいところからですね、シャドウが手に入ったりする部分もあるので、最後までご確認いただければと思います。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まず、エレメンタルシャード何に使うのっていうところからご紹介していこうかと思います。いくつかありまして、まずですね、こういったテックの装備ですね。これはテックボジェネシス2で手に入るものですね。レベルもちょっと高いんで、最初は大変かもしれないんですけども、手に入れると、シャードを矢の代わりとして打ち出すことができます。機能を切り替えて麻酔矢とかにもできるので、結構ですね、便利です。テイムの時とか結構便利に使えるものになりますね。その他のものもそうなんですが、他にはですね、いろいろ使えまして、一般的によく使われる部分になると思うんですが、テックジェネレーター。通常はエレメントで動くんですが、エレメントシャードでも動かすことができます。主には、テレポーターの横に置くジェネレーターとかは、一時的な部分で利用する場合とかは、シャードで作っていただければと思います。無駄にならずに済むんですね。今中にシャドウを入れてます。次に、こちらですね、クローン装置になるんですが、これもインベントリー開きますと、エレメンタルシャドウを入れてクローンを作ることができます。ジェネレーターで動かしてからにはなるんですけど、こういう形で、アルゲンタビスであれば、14075シャードを集めていただければ、クローンを作れるよというものになってます。詳しいクローンに関しての話はまた後日させていただきます。あとはこういったホバースティッフですね。これもジェネシス1で手に入るものになりまして、乗り物ですね。こういう形で燃料になるんですが、これもエレメンタで動くんですが、代替燃料としてシャードが使えます。こうやって飛ぶことができる。いろいろ能力はあるんですけど、使うことができます。こうしたままでも置いておけます。着陸もできるんですけど、これもシャードで動かすことができます。ただし、レプリケーターに関しては起動ボタンが出ないんですね。シャードだけでは動かすことができません。レプリケーターはエレメントがないと起動ができないというものになってます。ただし、一番使うのがレプリケーターに対してなんですけど、シャード100個でエレメント1個作ることができます。なので、実際ですね、今1000個入れてるので、これで全て作成にすると、一瞬でエレメントが10個できるよというものになります。もちろんレプリケーター手に入れてエレメントを最低でも1枚ないとエレメント作成には使えないんですが、だいぶ簡単にエレメントが作れるようになります。一応エレメントの入手方法なんですが、ボス倒すか、もしくはエレメンタルガチャですね。ガチャの生成品の中でエレメントを生み出すものを見つけていただければ、エレメントを制作のところでですね、エングラム取ってになるんですけど、この不安定なエレメントをエングラム取って作っていただければ、エレメンタルダスト1000個で1つ作ることができまして、少し時間が経てばエレメントに変わります。腐っていくような感じですね。時間が経てばエレメントに変わるというものになります。これで作成することができるので、これで1個できれば、すでにエレメンタルガチャを手に入っていると思うんで、ダストからとシャードからと両方で作ることができます。シャードの方が割と楽だったりしますけど、
なんで、まずはボスを倒すか、エレメンタルガチャを手に入れないと、エレメントが手に入らないので、シャドウをエレメントに変えていくっていうことはできない部分にはなってしまいますね。では、エレメンタルシャドウの入手に入っていこうかと思います。では、まず一つ目ですね。一つ目に関しては、ここ、右下の火山エリア、ワイバーンの谷ですね。一応座標はこちら。地図はこちら。右下の青い矢印のところですね。で、ここであればですね、ワイバーンの谷があるんですけども、この一番東側に降りていただくと。で、ここに洞窟があるので、こう入っていただきます。一応飛行で来るか、徒歩で途中まで降りてこれるんですけど、ワイバーンがいるんで、ススッとワイバーンいない間にここ入ってくるのが一番ベストかと思います。で、ここを進んでいくと。中入っていくと、こういった形でマグマサウルスたちがいると。下降りていくと、これですね。深いやつが立ってるので、これを買っていただくと、エレメンタルシャードが手に入ります。一応出てくる中で一番手に入るのはこの鉱石になります。こういう形でですね、マインドリル使っていただければ、1個に対して200個ぐらい手に入る感じですね。ただ、こういう感じで、サソリちゃんたちとかですね、マグマサウルスが来るので、気をつけないといけないです。一掃してからであれば安心して取れるかとは思うんですが、結構広範囲にはいっぱいあります。卵とかもですね。虫たちも結構いるので気をつけないといけませんね。あと、X ロックエレメンタルがいます。難易度としてはマックスですね。一掃できるようになればあれなんですが、そんな感じです。以上です。続いてがこちら、深海洞窟ですね。ここも前回お伝えしているところなんですが、この地図の赤いところですね。潜っていただくと、六角柱がありまして、その下を辿っていくと入れます。割とクラゲちゃんがいたりするので、ご注意ください。入っていきます。中に関しては、モサとかイカとかがいっぱいいます。アルファがめっちゃ湧いてるんで、かなり危険です。ここですね。これがエレメンタル鉱石になるんですが、簡単に入ってくるとこうなります。モサとかイカが大量に来るので、ご注意ください。エレメンタル鉱石を含めれば多分ですね、こっちの方が難易度は難しくなります。この黄色入ってるやつがアンバーグリスが取れるんですね。ちょっと撮影の邪魔なので消えていただきます。これでアンバーグリス。で、エレメンタルシャードが取れます。ここに関しては、アンバーグリス入っているこの黄色いやつでなくても、濃縮されたガスとエレメンタルシャードが手に入る石があります。これですね。を買っていただくと。もちろん、マインドリルで買っていただくといっぱい手に入るよ。ここは鉱石も取れるんであれなんですけど、さっきみたいに難易度が非常に高いです。ただし、この上にですね、こういう普通に石あるんですね。ここ降りてきたところの石からも、これ普通の石に見えるんですけど、ここからもシャードが取れます。なので、マインドリル使っていただくと、だいたい100個弱ぐらい、60個とかですね、が手に入るというものになってます。入手個数はさっきの赤いやつですね。マグマのところよりは少ないんですけど、下のやつは難しいんですけど、この辺の石からも取れるので、結構そろっと入ってきてですね、集めることができます。ただしですね、ご注意いただきたいことが1点あります。海の採掘名人ダンクルオステウス君なんですが、この子では石と鉄は手に入るんですけど、シャードを手に入れることができません。なんで、ここで手に入れる場合に関しては、人の手で刈らないといけないという部分がありますんで、ご注意ください。バシロとかですね、もしくは、ビクチオとかのスピード速いやつなので、ピュッてきて、さっと買って帰るっていうのがベストです。なんで、重量ぶりにしてですね、以上です。続いてこちらですね。座標はここ。場所はここ。見た目はこれ。ですね。で、ここに関しては、前回来てはいるんですけども、アベレーションエリアですね。メガピテクスのターミナルがあるところでもあるんですが、早速行きますね。ここです。どこでも大体一緒なんですけど、ここに活躍する人たち、検証用にいろいろ並んでいただいたんですが、まず、前回お伝えしたように、この鉱石、水晶に木が生えたようなやつからは大量の資源が手に入ります。
草を刈れるものであれば、これを刈ることができます。草を刈れるものでないと刈れません。これは余談になるんですけど、一応ですね、資源がいっぱい手に入るよと。あと、レアマッシュルームですね。気づかないと思うんですが、ここに石があるんですね。だいたい水晶とかを買って石が残ってると思うんですが、この石がですね、シャドウが出ます。あと、さっきと一緒で濃縮なガスも出るんですけど、これですね。なので、これに関してもちろんマインドリルでですね、刈ることもできます。ちなみにマインドリルで刈れば、だいたい1個に対して50個ぐらいですかね、が手に入ります。で、これに関しては、暗記録で売っても手に入ります。ただ、周りにこれあると、もうすぐ動けなくなっちゃうんで、周り片付けてからの方がいいです。ただし、ドエディクルスくんですね。一応ここ、シャドウが手に入るやつなんですが、これをドエディくんで叩くと、いつものごとくなんですが、石しか手に入りません。ドエディくんは、基本的に石しか手に入りません。唯一、エクスティンクションの伝統とかですね、倒すと、ダストは有効的に手に入ります。あと、マグマサウルスくんに関しても同じ鉱石掘りなんですが、よいしょ。これも手に入りません。どの攻撃をしても手に入りません。恐竜で手に入れるのはおそらくアンキロくんだけになってきます。なので、アンキロくんで売ると。ただ、最終的には16とか20とかになってくると思うので、最終効率的にはマインドリルで買っていただいた方が100個とか手に入ったりするんで、他のも混ざってだと思うんですけど、だいたい倍ぐらいは手に入ると思うので、50ぐらいですね。1個につき。なんで、重量級で来てですね、マインドリルで借りながらが、シャドウ的にはベストです。ついでにですね、メガテリウムとかで来て、水晶も持って帰るなどが効率的かとは思います。でもちろん、ここに関してもですね、安倍生物出てくるんですが、特に入り口とかに関して、こういうところでラベジャーとか出てくるんですけど、ぐらいではあるので、あとはシャインちゃんとかですね、ロールラットとかになってくるんで、奥行けばカニちゃんとかも湧いてくると思うんですけど、今回は湧いてないですね、まだ。ラベジャーが大量に湧いてくれるんでいいですね。厳選しやすい。ありがたいですね。なんで結構今までのもの、ワイバーンやマグマサウルス、ムサたちですね、特にアルファとかを相手にするよりは断然楽だと思うので、一応ここであれば一番簡単にシャドウが手に入るというところになります。以上です。はい。では、いかがでしたでしょうか？本日はですね、シャドウの手に入れ方、3種ですね。3エリアを、難易度順にご紹介させていただきました。ぶっちゃけ、ワイバーン谷の方も、深海の方もですね、難易度的にはかなり高いところになってくると思うんですが、比較的深海の方が奥に行かなくてもですね、手前でささっと集めて帰るっていう手段であれば、難易度的には優しいかなと思って、こういう順位になってます。奥行くと難易度を逆転するんですけどね。アルファの猛者がいっぱいいるんで、あとイカちゃんもいるんでね、アルファの。しかも一斉に来ますからやばいですね。アベエリアに関しては、比較的他の2つよりは断然安心してですね、狩ることができるので、ご活用いただければと思います。後ろのメガテリウムくんで買って、周りですね、水晶の、なんて呼ぶのか、トゲトゲのやつを掃除して、アンキロくんで狩る、もしくはマインドリルで狩るっていうのがベストですね。運び屋的にはやはりアルゲンがベストですかね。強敵となるのがやはり大量のラベジャーになってくると思うので、その辺は掃除してからですね、集めていただければと思います。アルゲン単体で行って、マインドリルで買って、マインドリル手に入ればですね、マインドリルで買って集めるのが比較的効率的なのではないかなと思います。どのみちアンキロくんでアルゲンに移し替えないといけないですし、最終効率的にはマインドリルの方が高くなってくるので、そんな感じですかね。ただし、アルゲンくん飛行生物なので、毒探偵であるアベレーションのエリアは、騎乗はできないので、水中で引っ張っていく形にはなります。一応別で、メガテリウムであったりとか、もちろんレックスとかでもいいんですけど、安全確保用などでキープしながら追従させて荷物を持たせるっていうのが良いかと思われます。他の荷物持ちでもいいんですけど、効率的にやっぱりアルゲンでいいんじゃないかなと思われます。では、短いとは思うんですけど、本日は以上となります。普段ですね、
ういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。